はいどうも、うっちーです。ここに86があります。皆さんご存知の通り、トヨタとスバルが共同開発によって生まれた FR スポーツカーになります。今日この86なんですけども、純正のこのリアのスポイラー、こちらを取り外して、GT ウィングをつけるようにしてるんですけども、こちらの穴、6個、左側3つ、右側に3つあるんですけども、スポイラーを取り外した後の穴埋めをしたいと思います。穴埋めをする方法なんですけども、穴を溶接して埋める方法があって、これらの方が強度があっていいんですけども、なかなか一般の方はその溶接機など持ち合わせている方はいないと思うので、今日はハンダを使って穴を埋めていきたいと思います。それと余談なんですが、穴を埋める方法の一つで、アルミテープを穴の裏から貼って、その上にパテを持って塗装する方法があります。これ結構みんなやりがちなんですけども、こういった方法でやってしまうと、後々パテが割れてきてしまって、塗装がひび割れてきて錆の原因になってくるので、この方法だけは絶対にやめてください。それでは使用する工具を紹介します。近くのホームセンターで手に入れたハンダコテです。グッドという国産のメーカーなんですけども、100W の出力のものを使います。80W と選ぶこともできたんですけども、高出力の方がハンダの乗りがいいので 100W の方を使っていきます。それとバンキ用のフラックスも用意します。このフラックスがないと、鉄板にハンダが乗っていかないので、このフラックスを塗布してからじゃないとハンダをつけることができません。そしてバンキ用のハンダ、それと耐水じゃなくて空研ぎができる120番のペーパーと当て板を用意してください。このペーパーで塗装を剥いだり、盛りすぎたハンダを削ったりして使用します。今回は少し穴が大きいので、このような亜鉛メッキ鋼板を使います。通称ボンデ鋼板と呼ばれています。厚さは 0.8mm ですね。その他の工具なんですけども、鉄板を削るためのグラインダー、鉄板を持つためのウォーターポンププライヤー、それと金切りバサミ。ご自宅にエアの設備がある方であれば、このようなベルトサンダーがおすすめです。熱を持ちにくくて、振動も少ないので細かい作業に向いています。はい、それでは作業を進めていきます。先ほど紹介した金切りバサミで鉄板を適当な大きさに切っていきます。この金切りバサミなんですけども、アストロプロダクツなどでストレートタイプのものを購入してます。もう何年も使ってるんですけども、そこそこ切れ味があって、長く使えるので一つ持っておくと便利だと思います。穴を埋めたい穴に合わせてみて、サイズを確認して、まだ少し大きいようなのでグラインダーで形を整えていきます。これも先ほど紹介したウォーターポンププライヤーで鉄板を挟んで、研磨してるんですけども、僕の握力じゃちょっと持ちきれなかったので、バイスプライヤーに持ち替えて作業をしています。このバイスプライヤーなんですけども、近くのホームセンターや工具屋さん、いろんな形や大きさ、ストレートタイプとか、カーブタイプとか、いろいろあるので、金額も1000円から2000円ほど、安くてあるので、一つ持っておくと便利になります。基本的に容量が悪いので、切って貼って削ってみたいなことを繰り返してやっています。皆様のように、頭の良い、まともな方であれば、最初から型を取って、紙などで、ある程度な大きさを写しておいて、切り取る、そういった方法でやった方が間違いなくいいと思います。そんな困難で、鉄板を 2,30 分、削りながら作業をしています。ある程度、形が決まったので、穴に鉄板を入れてみて合うかどうか確かめてみます。結構綺麗にはまったので、裏からテープを貼ってその上に鉄板を乗せていきます。この時に、穴のちょっと下ぐらい、ちょっと埋もるぐらいに鉄板を設置するのがいいと思います。この切り取った鉄板が少し埋もるぐらいにしておくと、その上からハンダを乗せた時にトランクの鉄板面とつらい位置になるので、そのような方法の方が後の仕上がりがいいようになります。この切り取った鋼板なんですけども、亜鉛メッキ鋼板なので、表面にメッキがされています。この状態ではハンダが乗らないので、表面を削って、鉄板を出しておきます。それと同様にトランクの穴を埋める、この穴の周りの塗装も剥いでおきます。最初はグラインダーなどで剥いでおいて、その後ペーパーで修正していくと綺麗に仕上がると思います。
塗装の研磨も終わったので最終的に位置合わせをします。仕上がりはこんな感じになってます。角の部分が少し隙間空いてるんですけども、これもハンダで埋めることができるのでそこまで気にしなくて大丈夫だと思います。用意ができたらパーツクリーナーや、脱脂剤などで、ホコリや汚れそういったものを落としておいてください。今鉄板をはめた状態でやってるんですけども、できたら鉄板を取り外して隅々まで掃除をしておいてください。それでは下準備が全てできたのでハンダをつけていきたいと思います。まずフラックスを塗っていきます。見ての通りなんですけども、フラックス塗りすぎです。できたら紙コップか何かに移して筆などで軽く薄く塗るようにしてあげるといいと思います。そのフラックスを塗りすぎてるせいでジュージュー言いながら、ハンダが溶けていっている、そんな感じになってます。しかもこの時まだ1回目でちょっとハンダの、操作に慣れてなくて結構盛り方が下手なんですよね。この後、6個、穴を埋めていくんですけども、最終的には結構手早くできるようになって上手になった感はあります。最近の自動車のこの鉄板なんですけども、高張力鋼板と呼ばれて、熱に弱いというか熱を与えると歪みやすい、そういった性質がある、鉄板になっているんですけども、このハンダの温度ぐらいではそこまで歪むような感じはないので、あまり熱とかは気にしなくて、どんどんやっていけば問題ないと思います。このやってる部分がそこまで、鉄板が伸びるようなところではない、そういった見解もあるんですが、ボンネットとか、ドアの、中央部分、その辺でやってしまうと、少し歪みが出てくる可能性もあるので、その辺は様子を見ながらやってください。あまりその辺やることはないとは思うんですが、そういったことになってます。このハンダをやってる周りで飛び散った、細かいハンダが塗装についてるんですけども、このハンダ自体は塗装にはつかないので、後で爪でこすってあげるとすぐ取れるので、これらも別に気にしなくてやっていってください。それでは一通りハンダが盛り終わったので、一度研磨をして、どのような状態になっているか見ていきます。一度ハンダを削っていくと、足りない部分が分かってくるので、また足りない部分にはハンダを持っていきます。ハンダが乗りにくい場合があるので、その際にはまたフラックスを塗って、作業をしてください。足りない部分の2回目のハンダが終わったので、再びベルトサンダーで削っていきます。ハンダは性質上柔らかいので、ベルトサンダーやグラインダーで削っていくと、簡単にサクサクっと削れてきます。ベルトサンダーで削ってるんですけども、普通のグラインダーでやる場合は熱を持ちすぎて、またハンダが融解してしまうことがあるので、熱を持たせないように、ゆっくりとやってください。サンダーがかけ終わったら、先ほどの120番のペーパーに当て板をして、表面の塗装、それとハンダを鳴らしていきます。ペーパーで磨いた後の様子はこのようになってます。結構面が出ていて、ほとんどパテも入れなくても大丈夫なようになってます。 YouTube の動画とかに鳴らし板金とかいった、そういった動画があるんですが、そういったものもこういった作業の延長線上にあるものだと思います。このように、ハンダで穴を埋めた場合にパテと違って、パテ痩せすることもないので、塗装した後の仕上がりがとても良くなります。また簡単にもできるので、また DIY でされる方、またやりやすいかと思うので、また皆さん挑戦してみてください。それとできれば高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。